川崎です。今日はクロールの S 字プルについてお話しさせていただきます。ということで、今日はですね、冒頭にもお伝えした通り、クロールの S 字プルについてお話しさせていただければと思うんですけれども、いろんな書き方がありますよね。I 字だったり、S 字だったり、C 字だったり、いろんな書き方があると思いますし、私もいろんなね、コーチの発信している方たちの参考にさせていただいているんですけれども、私なりの S 字プルというのを今日は解説したいと思っています。なかなかね、ここはやりたくてもできない。で、私、教えさせていただいている、側の人間にとっても大変高度なことですし、深いことだと思うので、ぜひ今日のことを参考に、なればと思っておりますので、一生懸命解説させていただければと思いますので、ぜひね、見ていただければと思います。そもそも S 字プルって、いいですね。後で説明しましょう。よければね、高評価だったり、チャンネル登録お願いいたします。ということで、早速行きましょう。はい。ということで、動画再生させていただきます。何度も見ている動画だと思いますし、初めての方ね、ぜひご覧ください。今日も、水中型池手のルイさん下に泳いで、くるくる今日はね、回っております。今日はですね、その水に入ってわーって伸びてからのその茎の部分、ちょっとフォーカスして、見ていただければと思います。横から見た映像なので、後から正面から見た映像も、やりますので、ぜひご覧ください。横から見るとね、わかりづらいんですよね、S 字プルってね。高さとか位置はわかるんですけれども。そもそもさっき、途中になってしまったんですけど、S 字プルって、いわゆる、僕のこれ認識です。他のコーチが、うんぬんとかっていうのはちょっとひとまず置いときまして、揚力を使って泳ぎますか？それとも効力を使って泳ぎますか？っていうちょっと科学的なことになってるんですね。S 字プルなのに効力プルになってるって、そもそも、それって僕は違うのかなと思っておりますと。効力で書くのか、揚力で書くのか、その違いがあるわけですね。で、ちょっと話長くなってしまいますが、ここにちょっとポンと動画貼っておきますけど、揚力っていわゆる飛行機の羽だったりとか、スクリュー、船のスクリューだったり、そういうことだと思うんですね。で、はい。はい。ですね。よくあるのは、はい。こういう書き方ですよね。S 字プル。横にこうやっていくプル。で、私はそういう考えはないんですよ。キャッチをするっていう概念もないんです。で、やることは3つ。はい。動画戻りましょうか。僕の考えですよ。いいですか？僕は書く前の準備があって、書きがあって、収めるっていう行為の3つがあると思っているんですね。で、よくあるのは、入ってから肘を立てる。ここキャッチですよっていう話してるんですけども、そこをちょっと頭に入れて動画もう一回見てみてください。はい。ですか？ここがキャッチですよって言ってるのに、あれこの人そこでキャッチしてないじゃんという映像になると思うんですけど、皆さんいかがでしょうか？はい。僕はS 字プルを左右に動かすっていう概念がないんですよ。僕の S 字プルの概念って上下なんですね。なので、若干左右には触れるんですけれども、上下の動きで S を作るっていう考え方です。まずね。それはなぜかと言いますと、さっきもここにポンと、載せましたが、横にスライドさせて力を発生させているものってなくないですかっていうだけの話で、例えば扇風機も一緒、スクリューも一緒、縦にこのように回転して力を後ろに伝えている、吸い込んで伝えているっていう作りなんですよ。で、そう考えたときに、横にこう左右に S のスライドをさせたところで、
そもそもそれって違くないっていうのが僕の見解。間違ってたら申し訳ないです。僕はそういう認識です。はい。なので、僕の手ってあんまり左右にこうやって触れないんですよ。どっちかっていうと上下に動くスカーリング、S 字プルっていうのを、イメージしてやっています。で、ひとまずですね、ちょっと動画進めて、もう一回ね、ちょっと戻して説明しましょうか。はい。じゃあどうなってるんだと。はい、ゆっくりいきます。いいですか？はい。ここで初めて肘が立ち始めます。書きましょうか。はい、いきますね。今のここの部分。ここの部分で肘が立ち始めます。やっとね。ここ。はい。なので、私のストロークって、書きってどうなっているんだろうっていうと、ぐわーんと、ぐーっと下に降りてきて、ここまで来たら、急激にこうやって上昇するんですね。その後、こっちに行きます。なので、さっき冒頭でもお伝えした通り、準備の時間があって、そこからスッと書きます。スッと書きます。これが伸びてる状態でスーッと下ろして、パッと上げる。で、その後はフィニッシュをしていくっていうような、考え方です。それ踏まえてちょっと、これ線のまま行きましょうか。多分見やすくなるかなと思うんで。こっから下に下げてきます。で、×のところでスッと持ち上げて、あとは押します。この動きです。はい。もう一回行きましょうか。もう一回戻しますね。スーッと下げてきます。だから、いわゆるキャッチって言われると、この最初の黄色の部分なんですかね。で、バッテンのとこで、なので、私のキャッチって言われると、おそらくこのバッテンのとこがキャッチっていうことになるのかなと思うんですよね。世の中的に言うと。なので、僕の場合は簡単に言うと、スーッと下ろしてきて、さっと上げてあげる。で、払ってあげる。こういう動き、スーッと下ろして、ふっと上げて、押してあげる。こういう動きが、私はポイントかなと思ってるので、結構、他の、スイマーの方よりは、下から上にすくい上げてるようなイメージです。ここです。このバッテンのところでスッと持ち上げる。で、最初はゆっくり下ろしてきて、上げるときもゆっくりで、押すときもゆっくりで、っていうわけじゃなくて、ゆっくり下ろしてきて、さっさという感じ。さっさとかあんま効果音って良くないんですけど、イメージ作っていただくにはスーッと下ろしてきて、上げて、払うっていうようなイメージで良いのではないかなと、思っております。そこを踏まえてちょっともう一回動画皆さん見てみてください。ね、これいろんな考え方がありますから、僕は上下、下にあるものが上にスッと、スカーリング、いわゆるこの斜めの動き、スッと上に持ち上げることの方が、揚力が発生するのではないかっていう考え方なので、下から上っていう考え。もう一個、理由はあるんですけど、それは正面からの映像の時にお話しします。はい。じゃあ、ちょっとここで動画切り替えて、正面からの映像に変えます。はい。では行きましょう。はい。泳いできましたね。皆さん見えますかね？なんか足が見えましたね。ね、いかがでしょう？あんまり左右にこうやって動いてないんですね。もう一回行きましょうか。私が S 字プル、揚力プルっていうんだったらそういうイメージですね。はい。さっきのおさらいとしてちょっともう一回止めますね。はい。今手がぐーっと前に伸びています。そこから僕の場合は横にこうやってスライドさせるんじゃなくて、そのまま下に、斜め下に、こっちの方向にスライドさせていきます。で、下に行ったら、その後はスッと持ち上げて、さっと押してあげるっていうようなイメージです。はい、ちょっとゆっくり行きましょうか。下に手が下がってきました。ね、すっごい下まで下がりますね。手が長いように見えますが、別に僕が一般的な長さだと思います。で、スーッと持ち上げて、パッと払ってあげる。はい。この時ポイントなんですけど、
なんかもったいぶってるみたいな感じで嫌です。いきますね。左右にこうやって、はい、書きますね。左右にこうやって振るんじゃないんです。こう、こう、こうっていうわけではないんですね。さっきも言いましたね。で、前から見たとき、僕の中で正しいスカーリングって、スカーリングを使った S 字プルってどういう状態かっていうと、8の字に見えるはずなんですよ。はい。ちょっと書きましょうか。すみません、戻っちゃいました。ここから、はい、書きますね。こういう風になるはずです。手っていうのは。はい。ちょっと最後の方ずれてますけど。わかりますかね？もう一回いきますよ。下に下ろしてきて、はい、ここでバッテン書きましょうか。ここね。ここがバッテン。ここの時に、スーッと持ち上げる。ここ、下げてきて、で、はい。皆さんいかがでしょうか？僕の考えは、スーッと下ろして、上げて、払うです。はい。なので、いわゆる言われているキャッチっておそらくこの部分なのかなって思います。で、私がなぜ、そうやって下に手を下げていくかっていうと、もう一つさっき理由があるとお伝えしたんですけど、もう一個は、泳ぐときって、今私平面じゃないですか。はい。いきますね。平面なんですよ。で、この時だったら腕ってこういう風に動いていいと思うんですけど、皆さん練習するときも多分こうやってスカーリングとかね、S 字プルの肘の使い方するときってあるんです。これ別にこれでいいと思うんです。なんでかって言ったら肩がこことここだからなんですね。で、泳いでるときって、椅子の時すいません。こうなるはずなんですよ、肩の位置が。そう考えた場合、スカーリングこうしてますよね。で、泳ぐときって、こうなりますよね。そう考えたら、さっき言ったみたいに手伸ばしてて、下にスーッと下ろしてきて、こうやってスカーリングすること、さっきこうやってましたよね。はい。これって、こういう状態でスカーリングをしてる。はい。肩がここの位置だから。で、こういう状態にすると、まあ、縦、上下になるわけですよね。だから僕の場合はこうやって入りました。スーッと下げてきます。すくい上げて押しますよっていうイメージで、こっちも一緒。ふーっと上がって、ここの時にスーッと降りてきて、パッと掴んで押してあげる。で、こっちも一緒。スーッと降りてきて、書いて、パッと押してあげるっていうような動きです。皆さんいかがでしょうか？なので、理由はいくつかあるんですけど、ここって結構重要なポイント。なのに、肩がこうなっているのに、手はこっちに動かすと、これはもう完全に肩にかなり負担かかっているので、壊しやすいと思います。なので、この間も肩と肘の位置大事ですよとかっていうお話したと思うんですけど、ここからこのままね、このままこう動いてるだけなんで、これが体がこうなったからといって腕置いてきぼりにしちゃダメですね。そうじゃなくて、こうやってなった時にこうすることで、そうするとここの位置でスカーリングになると思います。なので全体を通してそういう動きをしてあげるのがポイントかなと思います。はい。最後もう一回正面からの映像を見てみましょう。はい、いきます。下から上です。で、前から見ると8の字になっているはずです。で、それは肩の位置に合わせてやってあげるっていうのがポイントです。はい、動画戻しましょう。はい。ということで今日は S 字プルについて解説させていただいたんですけど、まあ手のひらの向きとか角度とか、それはちょっと置いといて、S 字プルって、私の思う S 字プルっていわゆる左右の動きではなくて、上下の動きですよっていうのが今日のお話でした。で、それは肩に安全に泳ぐためだったり、なかなかできないなって言ってて、無理な過度な動きをしてても、やっぱりそれが過度な動きを100回繰り返したところで、ずっとそれをできないままでだんだん壊れていくと思うんです。で、私が大事にしているのは、
例えば、1たす1は2ですよっていうのをやりたいのに、1たす1は3っていうことを100回、200回、1000回書いたところで、1たす1は3のままなんですね。なので、最初の知識、前提知識として、1たす1って2なんだなっていう知識があるだけで全然変わってくると思うんです。なので、そこの前提の部分、なんかちょっと困ってるなっていう方いたら、今日のことをちょっと使っていただいて、なんか横に動かしてたからなかなか肘が立てられないのかなとかっていう話。なので僕は最初に肘を立てるっていうことはあんまり考えてはいません。ということで、はい、バタフライの時間がちょっと終わりましたので、クロールちょっと配信して、まあね、私は背泳ぎの選手でしたからって、背泳ぎの配信も見たいですっていう方はね、お声いただくんですけど、なんか説明難しいんで、それをちょっと私ちゃんと勉強して、もう一回皆さんに配信できる状態にしてから、配信させていただきますので、次回もね、ちょっとクロール行こうかなと思っています。はい。ということで、また次回お会いしましょう。本日はありがとうございました。失礼いたします。